2025年 J1 第3節ファジアーノ岡山 vs ガンバ大阪。ファジアーノ岡山木山監督は現役時にはガンバに3シーズン在籍。ポジションは左サイドバックらしいのだが J リーグ開幕当初のガンバは3バックを基本としており、ディフェンシブハーフなど守備的なポジションで起用されていた模様。さすがに実際のプレーは記憶にないが、ガンバ大阪30年史というムックにはしっかりと若かりし日の姿が残されている。隣のやたらとチャラそうな若者が気になるが、それはさておき、21年仙台の監督を9月に退任してから3ヶ月間ガンバのコーチを務めた。その年の12月にファジアーノ岡山からのオファーを受け監督に就任。その後の活躍は言うまでもないだろう。得点を決めた一味選手はガンバ大阪でプロデビュー。高校3年生時には特別指定選手としてロアッソ熊本に登録されてはいるが、 U23 チームでは75試合出場19得点。その後京都サンガ、横浜 FC などへのレンタルを経て21年に徳島へ移籍。京都サンガを経て去年ファジアーノ岡山へと、何やらガンバに関連する人物が皮肉にも試合に絡んだという。因縁めいたこの一戦、結果から書くと岡山はガンバを完封、恩返しゴールを決められることに定評のあるガンバがまたもや決められ敗戦。平日開催ながら13,555人が詰めかけた JFE 晴れの国スタジアムは歓喜と熱狂に包まれた。一味選手はガンバに勝てたことがより一層嬉しい。プロになったクラブですがレベルが高くてついていけないなと思ったこともあって、成長した姿を見せたい思いは強かったし、恩返し弾も決めて言葉にならないと勝利してなおリスペクトを感じる喜びのコメントも。センターフォワードを任せられるフィジカルを持ち、さらに裏に抜けるなど器用な一面も。あとやたらとイケメン。彼に足りないのはゴールだけであり、今季は J1 でぜひ2桁ゴールを狙ってほしい。ガンバでは見せることのできなかった殻を破った姿を場所は違えど見せてほしい。個人的には彼のゴールには複雑な思いがすげえあることは言うまでもないのだが、転じてガンバ側としてはまさしくいいところのない一戦であった。この一戦をガンバからの目線で見ていこう。まずこの試合のメンバーから。注目点としてはベンチに三浦選手が復帰しているが、試合後にポヤトス監督はこう語っている。まだプレーするには時間が必要ですが、チームの力になれるんじゃないかなと思い、今日は源太をベンチに連れてきました。このことから次のことがわかる。まだプレーできない選手をベンチに入れざるを得ないということは、今回ベンチ外になった選手はそれよりもひどい状況であるということ。山田選手は謹慎、ウェルトン、アラーノ、林、この辺りまではわかるが、中谷選手もおそらく怪我で欠場。中谷選手は福岡戦で裂傷を縫う怪我をしていたことが後に明かされた。スタメン、準スタメンクラスの選手が6人も抜けている。この時点ですでにかなり厳しい。この試合でおそらく監督が狙っていたのは3バックの脇。ここへ最終ラインからのロングボール、そこから数的優位を作り即時奪回、サイドを攻略だったと思われるのだが、岡山のシステムはまず中央の相手を封じること、そしてサイドへ誘導してボールを絡め取る。これにより中央の宇佐美選手への配球が非常に困難となる。だからこそのサイド狙いなのだが、ガンバの目的はサイド、そして岡山の目的はサイドへ誘導しボールを奪う。この時点で岡山の策略に自らハマりに行ってしまっている。さらにガンバの前線、南野晴美、身長176センチメートル、
宇佐美隆、身長178センチメートル、倉田修172センチメートル、山下亮也164センチメートル。誰がハイボールに勝利できるというのだろうか。ではジェバリ選手を先発に使えばという話になるが、彼は高さに強い分臨床性に欠ける点があり、前線でのプレスがどうしても遅れがちになる。そして山下選手はスピードはあるがゾーンで守るという技術、そしてその体格ゆえフィジカル面でどうしても厳しい局面が発生してしまい、前線のプレスの出口となってしまいがち。つまり彼ら2人のスタートからの同時起用は諸刃の剣となってしまう。故にジェバリ選手が先発であるならば現状右は岸本選手一択となる。正直そのスタートの方が良かったような気がするが、守備面からこのセットでのスタートとなったのであろう。中盤の底からパスを出せる選手もいない。ハイボールに勝てる選手もいない。もちろん一人でサイドを切り裂ける選手もいない。ガンバは自ら八方塞がりとなってしまっていたのである。後半開始時にネタラビ、56分には前線を3枚ごと変えるという手に出るも時すでに遅し、ガンバは厳しい2敗目、選手は足らず監督の狙いも外れ、いいところのない試合となってしまったガンバ。何より気になるのが選手一人一人にどこか迷いのようなものが感じられた点。サンフレッチェ広島にはバレール・ジェルマン選手が、ジェフ千葉はカルリーニョ・スジュニオ選手を補強しており、ガンバの強化部は何してんねんと書こうとしていたらリップニュースが、この度三田誠選手がサンフレッチェ広島より期限付き移籍加入することが決定しましたのでお知らせいたします。なお期限付き移籍期間は2026年1月31日までとなります。マジか。まともに起用すれば準代表クラスの選手がガンバに。その進化は得点に関与するポジションなので、現時点では山田選手の代わりもしくは中盤の底での起用も予想される。守備という面では気がかりではあるが驚きの補強である。さらにヒュメット選手の獲得はほぼ決まり、来週中に来日しメディカルチェックの後契約をするとのこと。徐々に選手が揃いつつある昨今、彼らの活躍と怪我人の復帰に期待したいところ。今後に少し光が見えてきました。ガンバ大阪の逆襲に期待しましょう。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。